ロエベンカサ、片寄涼太です。このロエベンカサの企画に、お声掛けをいただいて、ロエベの皆さんにとても感謝しています。ありがとうございます。今日は父の日ということもあって、まあその COVID-19 の影響で、まあいろいろ家にいる時間も多くなった中で自分のお話もさせていただきつつ、そしてこの後、僕の父親を、呼んでですね、実際に対談していきたいと思いますので、そちらも楽しんでもらえたらなと思っています。まずは、まあ、この家にいる時間、とてもいろんな、まあ、自分と向き合う時間であったりとか、まあ、いろんな自分の仕事であったりとか、そういったものにこう向き合う時間が長かったので、なんかそんな時間どんな風な過ごし方をしてたのかっていうのをですね、ちょっとこういくつか質問をまとめさせてもらったので、この中から答えたいと思います。まず、ステイホーム期間中の家で過ごす一日のタイムライン。これは、そうですね。まあでも、結構、まあ日によってもありましたけど、最近朝はヨガしたり、あの、するようになって、だいたいそれからスタートして、で、まあ、打ち合わせがあるときは、パソコン越しにリモートで打ち合わせをして、そこから、まあ、本を読んだりとか、作品を見たりとかももちろんですし、ボイストレーニングをしたりとか、そういう自分磨きの時間、家の中でできることを意外とたくさんあるんだなっていうのを気づきましたけど、あとは、ボイストレーニングもオンラインでやったりとかもしてましたし、食事はあんまり作ってみようと思ったんですけど、結局、そんなにやらなかったですね。興味はあるんですけどね。なんででしょうね。まあでもちょっと少しずつチャレンジしていきたいなと思ってます。なので、まあ大体朝ヨガから始まり、まあ打ち合わせしたり、そして、あのまあ作品に触れたりとか、あのまあ自分磨きの時間に費やすことが多かったかなと思いますね。あとは、まあ、少しね、状況が良くなってからは、外をランニングしたりとかもしてました。はい。では、次のお話に。朝に欠かせないルーティン。あ、これちょっと被ってますけどね。ヨガもそうですし、朝僕あんまり強くないんですけど、あの何してましたかね。でもやっぱその食事もフルーツよく食べてましたね。だいたい朝はフルーツですね。はい。うん。そんな感じかな。朝ちょっとかぶっちゃったけど。続きまして、ステイホーム期間中で新しくチャレンジしたこと、それをスタートしたきっかけ。新しくチャレンジしたことは、でも、家にいるからこそ、まあ何が発信できるかなっていうところで、家で自宅でセルフポートレート撮影を試みまして、まあ家にある自分がもともと好きだった、コレクションしていた家具であったりとか、椅子であったりとか、なんかそういったものと一緒にこう、自分の家の白壁をスタジオに見立てて、ポートレート撮影をしてましてですね。なんか、そんなつもりで集めていたわけでもなかった、こう、椅子とか、家にある、まあ、アートたちが、すごくこのステイホームの期間で役に立ってくれたのは、すごく嬉しかったんですけれども、これは新しくチャレンジし始めたことでしたね。なぜスタートしたかというと、スタートしたきっかけと書いてあるので、そうですね。まあ、インスタグラムとか、やっぱ SNS で、発信するもの
何がいいかなっていうのが、やっぱりどうしてもこう、に通ってしまう部分もありましたし、なかなか外に出ることができなかったので、なんかそんな中でも面白いものとか、何かこう、注意を引くものを発信できたらいいなっていう気持ちからスタートしました。ぜひ僕のインスタグラムの方もチェックしてください。続きまして、普段しているスポーツ、健康を維持するために特別にスタートしたことは？そうですね。普段は、まあ、トレーニングももちろんですけど、そのランニングとかは、結構日常的に意識してやるようにしています。で、今年に入って新しくスタートしたのは、水泳でして、まあ、もともと、子供の頃から、水泳は習っていたので、泳ぐことは得意だったんですけれども、なかなかそういう環境に巡り合うことがなく、まあ、大阪から東京に、出てきてから、まあ、一人暮らしし始めてももう何年も経つので、なんか東京でそういう場所がなかなかなかったんですけど、やっとそういう場所に巡り合って、今、水泳をしてます。なので、ランニングしたりする日もあれば、水泳したりする日もあって、とてもいい切り替えになってます。はい。続きまして。ステイホーム期間中に音楽に触れる時間はありますか？普段聴いている音楽はどんな音楽でしょうかっていうものですけれども。そうですね。普段聴いてる、まあでも音楽はよく触れてましたし、あと、やっぱり様々なアーティストの方たちがライブ配信だったりとか、あの、今までのライブとかを、それこそいろんなメディアで発信しているのを拝見したりもしてたので、すごくいろんなアーティストの方のライブを見る時間も多く、とても刺激のある時間でした。ジャンルは結構問わないんですけれども、やっぱりなんか自分の気分であったりとか、シチュエーションによって、聴きたい音楽も変わりますし、うん。でも結構やっぱり自分の性格が少し、おっとりとした部分があるので、そういう意味では、こちょっとクラシックなポップスであったりとか、あとはジャズっぽいものとか、そういうものを選ぶことが、やっぱり多いかなというふうには思います。はい。続きまして、ステイホーム期間中に家族との絆を感じたエピソードは？家族との絆、そうですね。でも、ちょこちょこ、テレビ電話をしてましたね。この後、父も出てもらいますけれども、母の携帯に、あの、テレビ電話をして、あの、話したりとか、最近何をハマっているのかとか、どんな状況かとか、やっぱり離れてるからこそ、まあ気になる部分とか、ね、気にしたいなって思える部分もあったりしたので、そういう時間もあって、それは絆を感じるというか、なんか大切だなと思いました。やっぱりこういう期間になんかそういうことも、より自分の身の回りのことも見直せる時間にもなって、うん、なんか家族にそうやってコミュニケーション取ることも大事かななんて思える、そんな時間でしたね。はい。続きまして、ステイホーム期間中に自分で料理を作ることがありますか？料理を始めるなら最初にチャレンジしたい料理はありますかっていう。そうなんですよ。さっきもちらっと触れちゃいましたけど、料理がね、あんまり作らなかったんですよね、結局。でも、挑戦したい気持ちはありますし、食べるもの、食べることがすごく好きなので、あのなんかね、挑戦したいなと思っているんですけれども、何が一番最初に挑戦したらいいんでしょうか。やっぱり、炒め物とか
かな。なんか野菜炒めとかわかんないけど。なんかそういう、まあ簡単なものとかから挑戦してみたいですね。番組の企画でチャーハンを作った時には意外と褒められたので、自分の舌は悪くないと思うので、ちょっと作るときは自信を持って作ってみたいと思います。はい。では、続きまして。好きな言葉。好きな言葉。好きな言葉か。いろいろありますけど、まあでも、まあ今日ね、父の日に寄せた企画ですから、まあ、両親からこもらった言葉とかを振り返るとですね、やっぱり、チャンスの神様は前髪しかないという言葉を、僕はこの大阪から東京に出てくるときに、あの、すごく胸に刻んで出てきた部分があって、まあチャンスはこう振り返って掴もうとしてもこう掴めないから、やっぱりこのタイミングで掴まなきゃいけないんだなっていうのを、やっぱり自分がこの世界に入るきっかけになった、まあ、オーディションとかそういうものを経て感じたので、その言葉はとても好きですし、大切な言葉だなと思います。やっぱり今の自分にも言える言葉だと思いますし、うん。もちろん前のめりになりすぎることは良くないかもしれないですけど、でも、やっぱりそのタイミングっていうものをちゃんと逃さない人間でいたいなと思いますね。はい。では、続きまして、最近購入したお気に入りのファッションアイテム。なんだろう。まあね、買い物も家にいるとなかなか難しい部分もあったんですけれども、最近はなんだろうな。でも、デニムのロングコートを少し前なんですけど、購入して、それはデニムのパンツとセットアップなんですけど、なかなかノンウォッシュのデニムでロングコートとパンツがセットアップになってるものって珍しいなと思って、しかもすごくロングコートみたいなものもとても好きなので、それはすごく気に入ってますね。なんか長く着ていけたらいいなと思っている、うん、そういうアイテムですね。はい。ぜひ、もしかしたら見て、僕のファンの方はもしかしたら見たことあるっていう方もいるかもしれないですけど。はい。続きまして、普段の日常に戻ったら一番やりたいこと。そうですね。まあ、東京も、まあ、日本全国そうですけれども、だいぶ、規制も緩和され始め、少しずつ日常が戻ってきているんですけれども、そうですね。やっぱり、やっぱり外で食事を食べることも少し不安な日常が多分まだ続くとは思うんですけれども、そういった形でなんか友達とか気の知れた仲間と外で食事ができたらいいな。食事をして一緒にお酒を飲んだり、そういう時間ができたらいいなと思いますね。はい。うん。まあ、あとは、なんか、大阪にも帰りたいですね。なかなか、こういう機会しかないですけど、こういう機会もなかなかないんで、時間があるうちに少しまた親の顔を見に帰りたいなっていうところもありますね。うん。ということで、だいぶ質問を聞かせていただいたので、そろそろ、うちの父親を呼び込みたいと思います。それでは、どうぞお父さん。こんばんは。こんばんは。
あら、実家から、あ、実家ですよ、もちろん。まあ、ずっとこの画面で見てたんだけどね。あ、そここに、ここにいるのは分かってたんですけどね。う。うん、あの、だからずっと父の顔を見ながら一人喋りを15分ぐらいしたっていう感じ。ああ、そういうこと。いえいえいや、嬉しいですね。ちょっとほっとしますね。一人でずっと喋ってたから。そこはい。は。はい。まあ、いくつかこちらもね、父との質問をいただいているので、ちょっと二人で答えていけたらなと思います。はい。はい。まず、一つ目。父との関係性は、関係性、まあ、父と子以外の関係性何かありますか？ お具体的あ、にどういう関係かってことかね。うん。どうですかね。まあ、もうね、なんか、昔から大人っぽい子供やったし、大人ああ、同士の関係みたいな、そういうところかなと思うんやけど。友達。うん。まあ、友達ともちょっとちゃうけど。うんうん。うん。そうか、そうか。まあ、そうね。大人っぽかったって言っても、なんかまあ、振り返るとどうなんやろうなっていうところもあるけど、ねえ。こういうふうにうん。見えてたわけね。15、6歳からね、離れてるし。そうですよ。だから、もう8年ぐらい？ 9 年ぐらいか。うん。で、長い。もう、だはい、9から次に年。追い越すわけはあと5年、5、6年とか経ったら、もう一緒に過ごしてない時間がうん。長いっていう。ねじゃあ続きまして、ピアノを始めたきっかけ。え。ピアノをうん。始めたきっかけって、まあ俺のピアノを始めたきっかけなんでしょうけど、きっと。うん。これはでも俺が別に習いたいって言ったわけではないですよね。なんかよくそう言うけど、そうなんかな。なんか、そう言うとなんかすごい無理やりやらせた感が出てしまうんやけど。でも母がよくそうやって言うやん。うん。それだけはやっとかなあかんかったからみたいな。うん。でもなんか、いや、嫌いじゃなかったでしょ、あ、まあ、最初。嫌いではなかったよ、もちろん。結局、4、5歳から始めたんかな。もうちょい。なんか最初はグループのレッスンみたいなのも行ってて、で、個人でピアノも習い出そうかみたいな感じに流れていったと思うんだけど、それ、個人で習い始めたんが、小学校ぐらい？ 1年生かな、小学校1年。6 歳ぐらいから。もうでも、12ぐらいまでは続けてやらせてもらったから、うん。まあ8年くらいやっだよね。てたんかな。きっはい。かけ、まあ、きっかけって言ったらもう生かされたんかな。きっかけは無理やりやらされた。いや、そんなん、まあ別に嫌な感じではなかったけどね。だから、嫌じゃない。はい。もちろん俺も嫌じゃなかったですけど、まあ唯一、その、自らの意思じゃなく、習い事を始めたのがピアノだったような気はしますけどね。うん。サッカーやまあ、りたい多分自分で言うた気するもん。でもまあ、自然に始まった。自然に始まった。なるほど。そうですね。うん。まあやっててよかったなと思いますけどね。まさかこんな仕事をするとは思わなかったから。まあ、そうでしょう。うん。ね。まあそれは、その時に感謝ですね。うん。続きまして、音楽と二人に関する忘れられないエピソードは？これはどうですか？あるんじゃないですか？音楽関係でのそう。二人のエピソードというこまあ発表会に一緒と。うん。に出たりもしましたね。やっぱりね、そのピアノ習い出して、その連弾でね、一緒に発表会に出たっていうのは、そうそうそう。うん、結構何回も出ましたもんね。何回出た？ 3 回ぐらい出た。いや、3回もっと出てるんちゃう？そう。2、3？何回出てるよね。うん。割と出てると思あ、そう。うん。う。だから何の曲やったかなとかっていうのがさ、うん。2曲ぐらいしか記憶がないのよ。あ、そう。楽譜まだあったら送るわ。いやいやいや、練習してんなんか。うん。
そうか。うん。やってたか。そういうので一緒に練習したりとかね、したのは、まあ、いい思い出やね、練習したのは。一緒に練習したのがうん。うん、なんか、なんかちょっと、どんな気持ちだったろうな。ちょっとでも、違う緊張感あったかもね。ああ、すると、ちゃんとせなあかんな、みたいうん。一人で弾くのに比べて、な。いや、わからんけど、まあ、うん、楽やったんかな、逆に。うん、わからんけど、まあ、覚えてない。年にもよるしね。そうそう、結構ちっちゃい時のなんか、それこそこの間ね、番組でやらせてもらったけど、うん。だからあの時かなりちっちゃい時の映像やったけど、あっからずっとやってたよ、結構。ほんまに、うん。あれは何回目ぐらいあれ1回目あれ、1回目じゃないと思うけど、2回目かぐらいちゃう。ああ、そうか。懐かしいな。うん。そうですね。いや、まあ、よく弾いてたということですね。いや、うん。発表会で。うん。続きまして、弾いて育った音楽。弾いて育った音楽。俺が聴いて育った音楽。まあでも日本のポップスはきっとそうだろうけど、でもなんかクラシックとか、まあ、コーラスもそうやけど、環境ですごいそういう音楽を聴いてきたやろなっていうのは思うわ。まあ、いろんなもん聞いてきたよね。なんかお父さんの誕生日に大工とか行ったりしてたよね。うん。言ったかも。覚えてないやん、俺より。そう。そう、誕生日で言ったん？行ったよ。お父さん誕生日付近、お母さんも知らんやろ。お母さんはうん。ああ、言ったらしい。ほら、行った。自分が一番覚えてない。うん、まあ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 。年末の大工のコンサートに行ったうん。りとか、そういうの楽しかったな。俺結うん、構あれは楽しかった思い出やな。おあうー、ん、そうだね。そうそうそう。で、まあ、おじいちゃんの影響でね、まあ、お父さんのお父さんですけど、うん。おじいちゃんの影響でブラスバンドも結構聴言っきましたね。たし、うん。そういう音楽かな。うん。まあ、ポップスもクラシックもそうです。いろいろ聞いたと。感じですね。うん。うん。まあ、じゃあ、そんな感じで続きまして。父から学んだこと。父から学んだことですよ。何ですかね。から学んだこと。でもなんか、そうやな。なんか、ちょこちょこやっぱりこう、真面目な話をすることが多かったですね、父とは。うん。なんか、将来のこととかもそうですし、やっぱり母とは違う意見を持っているっていう認識でコミュニケーションを取ることが多かったような気がするな。だからまあ、これを学んだっていうことはないかもしれないけど、なんか、ないんや。いやいや、でもやっぱ断ることに、それこそね、今でも仕事の話とかうん。に相談したりと、この間のね、正月とかも話したりとかもしたけど、うん。なんかそういう関係性かなとは思ううん。な。うん。やっぱ父はそういう仕事の仕方をしてきたのか、みたいなのを、やっとこの年になって学べた部分はありましたけどね、この間。うん。なるほど。そうそうそう。ね。なんかそういう感じで、うん。また母の考えとは違う、生き様な部分を学んでる気もしますね。うん。はい。なかなかいい感じに時間が経ってきた。もう一個ぐらい行こうか、ラスト。どっちがいいですかね。うーん。どっちにしよう。音楽以外、と忘れられない日常的なエピソードは何でしょう。日常的エピソード。
なんかありますうーん。記憶で何があるの父は。機動的エピソード。うん、あまあ、の、スケボーでこけたとか、そういうやつ。父がこけた。あ、懐かしい。僕がね、りょうたの目の前でこけて、もうそれでもうりょうたやらんようになったっていう。一緒に練習しかけて、ね、それめっちゃ面白いな。怖いからやめとこうみたいな感じで、すぐやめたよね。そうやん。なんで、それは、あれですか、やっぱ息子にいいところを見せようと思って。別にいいところを見せようとしたんじゃないけど、こういうふうにやるんだよみたいにちょっと教える的な、自分できへんのに教える的な感じになろうとしたのがまあ間違いだったっていうね。うん、できると思ってんけど、こけたんや。結構な、俺だって大人のあんな膝のすり傷見たん初め膝て。じゃない、肘ね。肘か、肘か。両肘いったやつ。両肘言ってたな。なんかすごい覚えてるわ。うん。うん。まあそんなところでですね、まあいろいろ話しましたけれども、ここからちょっと別の企画に移りたいと思います。父との答え合わせゲームです。はい。有名な、あれですけど。これが、よいしょ。ありますなんか、書けるボードが。あ、ありますよ。いろんな質問をまたここでいただいているので、父はい。にまつわる質問をいただいているので、そのうん。父の質問を僕が当てられるかという、そういう企画になっております。うん。はい。なので、まあ、父は、お父さん的には、素直に答えていただいて、うん。別に、偽る必要もなく、で、同時にこう、正解を発表しようという企画になっております。じゃあ、まあ、とりあえずやってみましょう。続きまして、父の一番好きなお酒。ああ。なんだかんだでもどうなの？これは、これは当たるんじゃん。二択やな。二択二択やけど、これにしようかな。はい。あ決まりましたか？はい。じゃあ行はい。きます。せーの。ちょん。お、外した。外したね。意外とそうなん？そうやね。あ、そう。最近はもう、ビール飲んでなくても赤ワインだけ飲んでる日とかあった。あ、確かに、でも、そんな感じやったな。お正月も。いや、俺うん。もワイン好きやから多分それでワインが置いてあるのかと思ってたのよ。ああ、まあそれもあるけど、でも自分も好きやから、えそれはそうか。ちょっと誤算やったな。俺、ビールかイーチコの二択やったもん。聞いたことが何年も飲んでませんけど、いやいや、やっぱその記憶がやっぱあるからさ。それ昔ちゃうもう、昔のね。中学生ぐらいの時ちゃういやいや、だってその時に一緒に暮らしてたわけやからさ。そんな記憶を持ち出さんといて。うん。赤ワインでしたね。あ、ちょっとそれは、ほんまにそうやったよな。覚えときますわ。うん。はい。続きまして、父の趣味。父のあ、趣味あるうーのん。中ですかね。趣味これ難しいね。決まってる？ちょっと決めがたい。んあんまないからね。趣味ない。まあ、書くとしたら、うん、ね、答えるとしたら、まあ、なんやろね。まあ、決める。まあじゃあ俺もちょっと書いてみるわ。
これ字合ってるかも。うん。ひらがなに書こう。OK。うん。OK。いきます。せーの。ああ、そうきたね。そうそうそう。おことかなと思ったけど、あ、お笑いをね。うん、お笑い見る。今ちあー、ょっと見せてるから、そうそう。おことアピールしてるから。そうそう。おことをやっぱ立てかけてると、やっぱそういうふうに思うよ。ああ、お笑いか。まあ確かに好まあ、きだな、昔から。まあ、趣味の一つでもあるけどね、おこともね。おこともそそう。でもまあ仕事の中に入ってしまってるから、うそうそう。そそうこがね、微妙なんだ。そうそうそう。おことかと思ったけど、まあ、お笑いもね、よう見てたな。うん。大喜利のやつとか見てた。大喜利ましてない。なんか、携帯のなんか携帯大喜利みたいなやつ、なんか見てたよ。なるほど。だからその頃の記憶でやっぱ止まってるからさ。古い記憶から飛ぶね。うん。はい。はい。趣味ね。じゃあ続きまして。教師でなければ、どんな職業を選んでたか。えまあ音楽教師なんですよね。はい。これじゃなかった場合、何を選んでたか。なんかでも、どうやったんやろう。あるそれはあんの答えが。うん。まあ、ある。あるんや。まあ、その現実的かどうかは別にして。ああ、わかった。じゃあうん。ちょっと俺も、はい。これは俺当てたらすごいやろ。うん。自信ないけど、行きましょう。せーの。はい。あ、そっちか。おー。これ俺なんでかっていうと、作曲専攻やったって言ってたやん、大学が。はいはいはい。うん。だから、こっちの道もあったんかなと思って、ちょっと。その道はもう全くないと思った。勉強してたけどなかったんや。うん。で、やっぱりお笑い好きやから、落語研究部こだったもんね。う、うん。そああ、そのギャップはおもろいな。う。まあだから教師にしても、どっちにしてもこう人前で喋るっていうことは共通してるからね。確かに確かに。やっぱちょっと笑いのある授業を目指したりしてるんですか？ うーん。まあ、あえて目指しはせえへんけいやいや、プロっぽい答え。ど。何やそれ。うん。自然な笑いをね。はい。自然な笑いを。はい。さすが関西人ですね。うん。最後、最後の質問です。うん。が今まで、まあ、僕、亮太にされて、一番嬉しかったことは何でしょうか？されて。されて一番嬉しかったことです。うん。俺がして、父が一番喜んだよなっていうことですね。何でしょうん。まあ、いっぱいありますけどね。う。ちょっと嘘っぽいな、なんか。自然な笑い。自然な笑いね。なんやろう。俺もなんか、いくつか候補があんねんけどね。ああ、そう。ねえ。一個しかね、書かれへんっていうのが。一番ってなると難しいよね。さっきの好きな食べ物と一緒で。うん。まあ、行きましょうか。決めた？うーん。うわ、どうしようかな。いや、これも古い記憶やけど、これは多分違うと思うけど、ああ、違うと思う。うん、うん。これやったら、まあ、それはそれで面白いなっていう。うん。いきます。せーの。はい。トン。あ、お、来すごい、たね。当たった。当たったやん。思い出し、覚えててん。
俺も覚えてたけど、父も覚えてたって。古い、古いっていうか、もっと子供の時のこととか言うかなと思った。びっくりした。うーん。いうわあ、嬉しい。や、これは嬉しいね。いやいやいや、まあ、喜んでくれたのは父の方やと思うねんけど。うん。ああ、そう。やっぱやっ印象に残っぱりね、初めてっていうのがあるそうし。自分が初めていただいた給料でね、まあ、父と母にプレゼントをしまして、懐かしい話ですけどね。うん。懐かしいなぁ。やっぱそれをなんか俺も最近思い出してたのよ。ああ、そなんかテレビかなんか見てて、う。うん。初任給といえば、そういえば俺、買ったなぁみたいな。ネクタイ買ったなぁと思って。うん。そうそうそう。だから、いや、嬉しいなぁ。そこを一致したか。よっうん。た。なんかこういうのがね、やっぱり気持ちの中に残るよね。ああ、まあね。そうやんね。いや、嬉しい。もうね、いろいろ、まあ、買ってくれたりとかもしてるけど、うんうん。ね、高級ドライヤーも買ってくれたけど、キュードライヤー買ったよ。ね、でも、やっぱこういうのが、うん、残ってるかな。うん。いや、ね。よかった。なんかほっこりしますね。うん。うん。いやー、まあじゃあそんなところでこのコーナーも終わりなんですけれども、はい。まあ最後にですね、まあ、そのネクタイには及ばないかもしれないですけれども、まあ父にとってもまあ思い出もあって好きであろうというピアノの曲を、うん。まあ、弾こうかなと思います。おお。まあ自分のペッティ第一番なんですけれども、おお、ほうほうほう。まあもしかしたら父が弾いた方がうまいかもしれないですが、うん。まあ、きっとそう思まあちょっとハードル下げ目で見ていう。うただけたらなと思います。ん。はい。聞いてもらいたいと思います。そういうセッティングします。
ありがとうございます。よいしょ。これは、ちょっと失敗したわ。いやいや、お疲れ様でした。うん。でも、緊張したけど、よかったです。聞けて。はい。うん。ということで、はい。ロエベ円傘、父の日の企画、これで終了なんですけれども、どうでしたこんな機会も。うん。ね、父の日、呼んでもらえたらよかったです。いや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 、僕もまさかこんな形でね、父と配信することがあるとは思わなかったので、うん。嬉しかったです。はい。まあ、大変な時期ですけれども、引き続き、まあ、この家族の絆を大切にして、周りの方たちとか、まあ、お父さんだったりとか、お父さんだったら、生徒の皆さんとか、まあ、いろんな方々に感謝と愛を持って、接していけたらなと思います。本当に、まあ、父もそうですけれども、すべてのお父さんの皆さん、本当に感謝しています。ありがとうございます。ということで、以上です。またお父さんには、ピアノのダメ出しの電話を。いやいやいや。緊張したわ。いやいや、よかったでしょ。いや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 。うん。いや、しみる気がしてもらいました。引き続き、精進します。はい。まあ、このよかった。企画をくださったロイベさんにも感謝です。ありが本当に。とうございましまた、お父さんまた。た。はい。さよなら。バイバイ。